皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球中学の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。巻き込みロングサーブについてやってみたいと思います。皆さん巻き込みサーブを、覚えた方はぜひこの巻き込みのロング性のサーブもぜひ一緒にトライしてみてください。これは巻き込みサーブをやっているこの雰囲気、巻き込みを出すとあんまロングサーブが出るイメージが皆さんないと思います。これだと横回転系の短いのが多いかなと思いながら、いきなり速いロングサーブの巻き込み、これは結構試合で効果的です。この巻き込みロングサーブは相手からしますと、こういう巻き込みのこの曲がり方ですね、逆横回転の曲がり方をしながらなおかつ速いという状況なので、打つ位置がだんだん遠くなっていくんですよね。打とうとするとこう離れてきます。なので巻き込みロングサーブは非常に取りにくい、みんなが嫌がるという、曲がりも大きいしロングサーブの速さもあるということで、普通のロングサーブとはまた違った効果があります。で、今回この巻き込みロングサーブのやり方、また今回も一つの手順っていう、もう一つの大事なポイントだけ意識すればできますので、トライしてやってみてください。で、手順の方はまず1つ目ですね。1つ目はこの通常の巻き込みサーブあります。で、この巻き込みサーブの振り方に最後にちょっと気持ちいいスイングをこう前に出してあげる。もうこれだけで巻き込みロングサーブができちゃいます。この巻き込みサーブ普通でしたら大体止めます。そうすると短くなるんですが、その時にラケットをこう体の前をこう通すような感じで巻き込みサーブをやりますと、あれタタンっていうこう速い球足の速い今巻き込みサーブが出ました。ただラケットを通常の巻き込みサーブに最後にちょっと前にこう持っていってあげるだけです。あれもうこれで今巻き込みロングサーブの完成です。もうこれだけなんですよね。以前知恵袋の方で短く出す巻き込みサーブのやり方を紹介したんですが、その時は何て言ったかと言いますと、引くっていうことを言いました。ラケットをインパクト時にこう引くことによって短い巻き込みサーブが出せていました。後ろにエネルギーがいくので、それでボールの飛ばし方を抑えてたっていうのがあるんですが、こっちだったら短くなります。引くと。で、長くするにはこの引くの反対ですよね。前です。なので前で速くなります。なのでこう後ろに引くと短くなって、反対に前ちょっと押すとロングサーブが出てっていう、このこすった後のラケットの動かし方で巻き込みサーブをこうやって自在に使い分けができるんですよね。これは非常に大きなことかと思います。だからこの2タイプを使い分けることが一番相手を翻弄する巻き込みサーブが出せますね。だからもう本当に簡単です。特別な捉え方、特別な角度、特別なやり方は特にないです。通常の巻き込みサーブに最後に前にちょっと押し、こう最後に付け加えてあげる感じで、もうロングサーブが出せてしまいます。プラスアルファで私のおすすめはこうロングだからといってこうテイクバックはなしです。テイクバックを取りますと、やっぱり相手からするとなんか来るっていうふうに思わせてしまいます。なんかロングサーブが来そうな感じがやっぱありますよね。なのでこういうふうに後ろにテイクバックを取っちゃいけないです。あくまで普通の巻き込みサーブ、この位置から最後にタッと速くしてあげる感じです。こうやってやっちゃいますと、もういかにもロングサーブが来てもう分かっちゃうんで、ここからです。最初のそのスタートラインは全く一緒です。通常の巻き込みと全く一緒の姿勢から入って、最後だけちょっと前に押し出すっていう感じでやってください。で、あとは他にはこのロングサーブをさらに速くするポイントは、このインパクトの瞬間を速くする、この力なんですよね。このグッグッグッ、この腕の速さが速ければ速いほどこのロングサーブはもっと速くなります。